今回は久しぶりに電熱ペンで底火盛りをしていこうと思います。最後に持ってから結構時間が経ったので、この電熱ペンのおさらいも兼ねてやっていこうと思います。電熱ペンはどんなかっていうと、これが本体ですね。で、ダイヤルで温度調整ができるようになっていて、こっちがペンなんですけども、この先がですね、いろいろ変えられるようになってます。標準ではこういうペン先がついてるんですけども、先がちょっと削っちゃったんで標準のものと違うんですけども、先が細いものとこのナイフのものですね。これでも直火盛りはできるんですけれども、かなり大変なので、私はですね、このペン先を使っているんですね。これが何も加工してない N 型というですね、ペン先なんですけども、これはダイヤモンドヤスリとかで削る前提、自分の形で合わせて作ることを前提としたペン先になっていて、これでですね、こういうトウモロコシの逆さまにしたようなペン先と先っぽだけを丸めた、この2つをですね、主にですね、側見盛りをやっててますので、もしこのペン先を作りたいっていう方は別の動画がありますので、そちらを参考にしていただければと思います。まず側見盛りをする際に必要なのが、ここに盛る素材ですね。これどうするかっていうと、アイホールを切った破片ですね。私はこんな感じでアイホールを削ったカスっていうのを取ってあったりですね、ボディを切ったカスとかが結構あるので、それを使ったりしてるんですけども、アイホールの青分タイプを買ってそんなのないよっていう方でしたら、こういうところからちょっとですね、拝借して側備片を作ることができるので、ここのですね、素材を切って用意するっていうやり方をちょっとやってみたいと思います。こういうデザインナイフ、これ100均であるものなんですけども、100均じゃなくても全然大丈夫なんですけど、ここをですね、切るんですが、この薄いところをこういう感じでですね、薄く、最近の流行りはこう長くなんですかね。長くなくてもいいと思うんですけど、こういう感じで側備片を作っていきます。今私が切ってるのは、このちょうどですね、この縁ではなくてこの上ですね。ここだったら多少切っても大丈夫なんで、ちょっと切っていきますね。薄く長くなくても全然大丈夫なんで、どれくらい、もしアイホールをカットしたものを使うのでしたら、これの表面の側備だけを使った方がなんか綺麗にできるっていう、私もそう思うんですけど、これをですね、一回切りまして、これを千切りみたいにちょっと切りますね。随分分厚いな。これを切ったら、このアイホールの裏面は硬いんですよ、ちょっと。だからこの裏面のちょうど半分ぐらいですかね、これを切って、こっちの裏側の方は破棄、この表面側だけですね、こう切っ
て、内側を使うっていうようにやると、ソフビも持った時に綺麗にできますのでおすすめです。ちょっと切っちゃいますね。こういう大きいのは盛りやすいサイズに切ればいいんですけど、盛りやすいサイズが分かんないっていうことであれば、半分ぐらいですかね。盛りながら切っててもいいんで、半分ぐらいにしてあげるといいと思います。この大きい破片は大きい部分を盛るときにじゃんじゃん使っていくんですけど、もっとですね細かい部分を盛るときに小さい破片があった方がいいので、細切れのものをですねちょっと作りますね。もう何ミリとかそういうのない基準ないんですけど、こういうネギ切るみたいな感じで結構ちっちゃい感じ、必要になったら持ってる最中に作っていけばいいんで、いいですね。首が足りないよって言った場合はどっから持ってくればいいのかなっていうのがあるんですけど、このヘッドもまあいいのかなと。ただヤバヘッドなんで、確かじゃあ試しにこれはこっち側はこっちで、こっち側はヘッドで持ってみましょうか。そういう風にちょっとテストしましょう。お皿ないからこれに。で同じようにヘッドキャップからソフビをカットして、ここだったら全く問題ないですよね。長細いのをちょっと作ってみますね。はい、こんな感じで作りました。これからソフビを持っていくんですけども、あらかじめですね、今カボションアイ、これガラスのアイをですねくっつけてます。こんな感じで。なんでかっていうと、ソフビ盛る時にこう後ろに押し当てる時があるんですけども、ここにですね壁があった方が盛りやすい時があるので、これなくても全然いいんですけど、私は持っときはですね最近これつけてます。それとこのブルタックを使ってですね、ここに盛る時のこんなイメージだよっていうのを作るとですね、完成形がイメージしやすいので、これ結構いいかなと思ってます。造形力っていうのが試されるんですけど、今回は上まぶたと下まぶたを少し盛ってですね、あまり盛ると作業大変なんで軽く盛って、アイホールのこの輪郭をちょっとですね狭めて、眠たいような表情を作っていこうと思います。こういうものは竹串でも何でもいいですね。あるものを使っていきましょう。そうするとお金かからなくて済むんで、これは全然スパチュラとかじゃなくて、なんか電気ハンダゴテする時とかになんか使うんですよね。これ最後に作った動画からかなり時間が経っていて、経験したことや人から聞いた話とかもいろいろあるのでですね、ちょっとくどくなってしまうんですけども、いろいろ解説入れていこうと思います。まず設定温度なんですけども、ソフビは約200度で溶けるって言われてるんですけども、よく使う温度は分かりやすいようにマスキングテープ貼って、ここにメモリを書いてこれに合わせてるんですけども、ここがよく溶けてさらにあまり焦げないっていう設定なんですね。
で、皆様の温度設定を聞いてみると、4ですね。4が多くて、4以上っていうのはあんまりないんですね。多分4以上だと、ソフビ盛りしてると焦げちゃう温度なんじゃないかなと思います。で、私は 3.8 をお伝えしてるんですが、3.8 使ってますっていう人はちょっと少ないかなって思いました。なんでかっていうと、焦げない設定っていうのをやってるので、もしかすると設定温度ちょっと低いのかもしれないですね。なので、もしこの電熱ペンを購入して、自分でいい温度を探すんでしたら、4、メモリの4から始めて、焦げない温度、でも溶ける温度っていうのをこれだんだん下げていって、その加減っていうのがあると思うんですよ。それを見つけて線書いておくといいかもしれないですね。ペン先はマイペンアルファに標準についているものはこの2本。カッターのタイプとペン先が細いものですね。この2個がついてます。で、ナイフっていうのはあんまり使わないんですけど、切るとき便利なんで、これはちょっと取っといて、こっちで盛っていくってことになるんですけども、盛るときですね、これでも全然十分盛れるんですけども、表面処理をするときですね、こう鳴らすんですけども、鳴らすときに先が細いと、線の跡がついちゃって、なかなか鳴らせないっていうのがあるので、私はこれを使ってません。じゃあ何を使ってるかというと、こっちがいろいろ作ったものなんですけども、メインはこれですね。こういうですね、トウモロコシの逆の形したような、松の実って言えばいいんですかね。松の実みたいな形をしたものを自分で加工して、作りました。もう一つはこういう先っぽが丸っこくなってる円筒形みたいなものですね。これを2つ使ってるんですけども、じゃあこれどうやって作ってるかっていうと、こういうですね、ペン先が売ってます。別売りで。1本1300円とか1500円なんですけども、N 型って呼ばれるもので、これはペン先がダイヤモンドヤスリとかで削れる構造になってるんですね。構造というか材質ですか。マイペンアルファの本来の使い方って、ウッドバーニングって言って木にこう焦げ目をつけて絵を描いていくっていう代物なんですけど、その時のその自分の好みのペン先を作るためのものなんですね。で、私は標準のものが使いにくかったんで、こういうペン先に加工してやりました。で、これがなぜ自分で便利かっていうと、角がですね、全部綺麗にヤスリがけしてなだらかになってるんで、持った時にこのエッジの跡がつきにくいっていうのと、先っぽが細いので盛る時にですね、細かいところもできたり大きなところもできたりっていうメリットがあって、範囲の広いところで鳴らす、これができるできないっていうのは結構違うんで、これ鳴らす時に、万能な感じで、自分で思って使ってるんですけど、でもう一個のこれですね。これというのはもうこう押し付ける、ジューってジューって。私は横着なんで結構粗く持っていくっていうことが多いんですけども、その場合にですね、途中で溶けてない部分とかあるんで、もうこれを押し当ててですね、強制的に溶かしちゃうっていうような使い方。あと鳴らす時にもこれ便利で、こうやって撫でるだけでですね、結構な凹凸っていうのがなくなるんで、この2本を使ってます。これは以前に考えたんですけど、そんなにペン先買いたくないよ、お金ないからっていう場合は、この N タイプを1本で標準のタイプを使ってそれが作れるかなと思うんですね。N タイプは自分の好みの形にこういうペン先を作って、このですねペン先も削れるので、こういう風にもう丸くしちゃうっていうのもあんだと思うんですよ、この先。これ細かいところは使いやすいんですよ。こういうところとかね、使ってもいいんですけど、本当に使わないっていうんでしたら、なだらかにしちゃうように改造してもいいかなって思いました。これを作る動画ありまして、何本かに3種類ぐらいに分かれてるのかな。多分ですね、このバージョン1を作るのと、なんかバージョン2を作るのと、この最終形を作るのと、
分かれているので、今度まとめたものをですね作ろうと思うんですが、一応動画があるのでそれは概要欄にリンクを貼っておきます。他にも購入してて P タイプっていうのと T タイプですね。で P タイプっていうのはこう先が細いのでなんかうまく加工したら使いやすいかなと思ったんですが、やっぱり細いので細かいところはいいんですけど、こう押さえた時にこのエッジがあるんで跡がついちゃうんで、これはあんまり使ってないです。この T タイプっていうのは範囲が広いんでなんかバッベってできるかもしれないんですけど、なんか加工がしづらそうなんで、これはまあ一応買ったんですけど使ってません。ペン先のところはこれで以上です。盛る時に動画が明るいと盛ってるところは見えない可能性があるんで、ちょっと暗いですけどこれでですねやっていこうと思います。以前の動画でも紹介したんですが、これ盛るところをですねイメージしやすいようにブルタックでこんな感じでやったんですね。アイホールをちょっとだけ盛るとかって言ったらこういう感じでイメトレするのはなんか有効かなと思ってちょっとやってみました。でこっち側をですねこのイメージで持ってこうと思うんですけど、一応フリーレンやろうかなと思ったんですが、なんかユーベルも人気なんでユーベルにしようかなと思いました。これがですねレジンを盛る時に裏に貼る用の藍を作ったんですけど、作ったって言っても大したことなくて、バチコさんのこういうシリコンの何でしたっけこれ、こういう型とか、これ100均の型ですよね。それのここら辺とか、多分ここら辺使ってるんじゃないですかね。でバチコさんだとここら辺か、もう一個ここら辺がこっちかで、ただ固めたものなんで、これを1個作っておくとこの裏にぴったり合ってますよね。隙間ないのでこれを貼っておくとレジン盛りの時に裏に垂れたりしないし、首盛りの時も、多分レジンってそんなに溶けないのでこういう際とかやりやすいんじゃないかなと思います。なのでこれを両面にセットしてですね作業しますね。作るのはユーベルなんでブルタックを少し盛り直しました。こんなイメージでって感じですね。じゃあまずですね、まずソフビの基本的な盛り方の一つ、細かく切ってやるっていうのをやってみますね。これあらかじめ切ってあるソフビなんですけど、これをこう何ミリ四方なんですよね。1ミリ四方ぐらいに切って、なるべくちっちゃめの方がいいんですけど、これをこう切っております。で電熱ペンの電気を入れて、これをですねツンとやると熱でくっつくんですね。でこれを1個ずつしっかり溶かすんですね。でこれくっついてると思うじゃないですか。これちゃんとくっついてなくて、これ剥がすと剥がれちゃうんですよ。これなんでかっていうと、この表面と側壁が表面的にくっついてるだけで溶け合ってないんですね。で側壁をきちんと溶け合って溶かすには表面も一緒に溶かさないといけないんですね。いけないってことはないんでしょうけど、中途半端な状態が残ってると表面処理をする時に地獄になるんで、しっかり表面とこの側壁片を溶かしてですねやります。じゃあこうちょん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 とこうつついたりとかしてやるんですけど、一番簡単なのはペン先をしばらく 2,3 秒当てちゃう。これで十分溶けるんで、これを繰り返すっていうのが基本的なやり方。ジューって溶かしてちょん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 、ジューって溶かしてちょん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 。結構果てしない作業なんですけど、これは皆様がよくやられているきれいに盛るやり方ですね。でこれ藍があるとこの裏面ここら辺もですねしっかりこう当てながら溶かすことができるんで結構いいですね。はい、ギュッと溶かす。ギュッ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 。少しだけなんですけどまぶたがね漏れてきたのがわかると思いますか。
こっちの方ちょっとやらないようにしてみましょうか。分かりやすいように。ギュッギュッ。一つの側尾片にかける時間っていうのは結構長いと思うんですね。こんな感じで。このペン先は幅が広いので、こう範囲攻撃みたいにベタッとできるので、これが便利な点なんですね。絶対ペン先作った方がいいと思うんですけども、これはまあご予算との兼ね合いですね。はい。ちょっと漏れてまいりました。よくあるのが、これちょっと例でやるんですけど、こうやってくっつけた、こんな感じですね。くっついてるけど溶けてないっていう状態でどんどん森を進めていくと、ヤスリで削った時にここがですね、隙間が出てきて結局盛り直しっていうことになるんですね。だからしっかりここで溶かしておく、理想を言えば隙間もなくっていう感じですね。で、私は漏れた後にもう一回ここの表面とその盛った部分を合わせて、こうしっかりペン先を当てて溶かすっていうのをやってます。そうそう、一番最初に言わなかったんですけど、側尾盛りする時は食器用の洗剤でいいと思うんですけど、洗った方がいいですね。側尾盛りしてる時にここの盛った部分がちょっと、変な色になる、黒っぽくなるよっていう場合は、こういうのはヤスリがけしながら側尾盛りして、ヤスリがけしながら側尾盛りする。その時に洗わないと見えないんですけど、そのヤスリの粉がこの溶けた側尾の中に入ってだんだん黒ずんでいくっていうのがあるので、ヤスリをかけてもいいんですけど、ヤスリをかけたら絶対洗ってから側尾盛りをしましょう。そうしないと黒くなります。あと温度調整ですね。焦げてるとですね、だんだんここら辺が黄色くなるので、黄色くなってきたらもう焦げてるんで、温度を少し下げてあげるっていうのが必要です。もし失敗例が作れたらですね、それも紹介していこうと思います。これが基本的な盛り方なんですが、やはり皆さんめんどくさいんでしょうね。こういう長いものを使われて、これをですね、もう当てて盛るっていうのが最近の流れというか流行りみたいですね。これは私も見た時にこれいいじゃんと思ったんですけど、こういう感じで当てて持ってっちゃう、溶かして、結局やってることは同じなんで、どっちでもいいんですけど、これは楽ですね。よいしょ。でこの時もしっかり溶かすこと。で私は横着なんですね。基本的にめんどくさい作業はあまり好きじゃないっていうか大嫌いなんですよ。これが基本だとか何度かって言ってるんですけど、私のやり方はだいたいこうやって適当にこうもう溶かしてくっつける、溶かしてくっつけるっていうのをやって、ある程度くっついたなと思ったらこう熱で押し当てて溶かしちゃう。
ギューギュー。今これよくあるんですけど、これちゃんとくっついてないんですよね、ソフビが。だからそういうところはちゃんと表面と溶かしてくっつけてあげる。1回目はですね、やっぱうまくいかないんで、ボソボソになると思うんですけど、ボソボソになったら溶けてないっていう証拠です。結果きれいにできればどんなやり方でもいいと思うんですけど、ペン先にだんだんですね、こういう感じでソフビが溜まってきます。そうするとこれをほっとくとですね、焦げになるんですよ。で焦げになって黒い粒々が出てくるんですね。それが出てこないように、こう私はティッシュ、これは今キムワイプなんですけど、こういうので頻繁に取ります。こうやって見ていただけると分かるんですけど、これ黄色くなってますよね。これあれなんですよ、ソフビが、焦げてるのと、ソフビが濃縮されて、黄色くなったって両方説があるんですけど、この黄色いのがだんだんこのソフビの方に移っていくんですよ。でこれほっとくとどんどんこの黄色くなったものがこっちの目の方に移って、最終的に黄色く持った部分が黄色くなっちゃうっていうのがあるんで、あとゴミですね、この黒いゴミがポツポツポツってほくろのようになってくるんで、焦げてきたなと思ったら頻繁に。で大体自分の感覚っていうのが分かると思うんで、10分なのか5分なのか、本当に綺麗にやりたい時はもうすごい頻繁にやった方がいいですし、あまり神経質にならなくてもいいと思うんですけど、人様に売るものでしたら、綺麗にこうやって簡単なんですよ。こうやってこするだけなんで、ティッシュも何枚か重ねてあげれば熱もそんなに通らないんで、こういう感じで綺麗にしてまた作業を復活するということですね。10分ぐらいですかね。5分ぐらいでもいいかもしれないですね。これは多分部屋の温度とかにも寄ってくると思うんですよ。あったかい部屋とね、ガンガンに冷たい部屋じゃ温め方って違うと思うんで。一番最初は理屈を知るっていうのが必要かなと思うので、さっきの一番最初の細かいソフビ編から練習して、だいたいできるようになったなと思ったら、こういう長いものでどんどん効率化していくっていうやり方がおすすめですね。ではここら辺から少し早送りを混ぜながらですね、やっていこう、気づいたところをですね、また解説していこうと思います。今見えないんですけども、出てきたのが煙がふわふわって白い煙が出てくるんですよ。今出てますね。これ見えないかな、見えないね。やってると多分見えると思うんですけど、これが出まくるとほとんど焦げてるっていう感じで、これが何て言うんですかね、ちょこちょこ出るぐらいだったら適温かなといつも思ってます。いつも盛るときこんなに黄色くならないので、今日はですね温度少し高いですね。ちょっとだけずらしますね。フレッシュはですねすぐ黄色くなっちゃうんですけど、この煙はですね多分あんまり良くない煙っていうか、ソフビのこの素材というのが、蒸発してると思われるので、気になる方はやっぱ換気をするのと、もっと気にするんでしたら防毒マスク着用でやった方がいいかもしれないです。
今日はなんか久々なせいか、なんかちょっといつもと感じが違いますね。なんでだろう。確かこれヘッドから取った方だと思うんですけどね。まぶたの先っぽはですね、漏れてない部分というか、ちゃんと溶けてない場合があるので、最後ですね、きちんとこう溶けてやるので、それも後で解説しようと思います。じゃあ、ここの部分だけ、また持ってきますね。少し早送りするかもしれません。ここら辺、さっきの黄色いのがついちゃったんで、ちょっと剥がします。やっぱ温度が高いですね。いつもこんなやっぱ黄色くならないんで。だから変だなと思ったら、温度を下げればですね、とりあえず汚くはならないと思うんで、あんまり温度を下げると今度溶けないのでですね、すごくやりにくいので、ちょっと温度を上げながら、こう、いろいろ調整しながらやるといいですね。そうしないと我慢しながらやるような感じになっちゃうので、仕上がってみたら、なんか黄とかあったかとか、やり直しになっちゃう可能性がありますから。メイクする部分が黄色かったら、全然それはいいと思うんですけど、ソフビノリのいい点っていうのは、盛ったところがわからないぐらい綺麗に仕上げられるっていうのが、やっぱりソフビノリのいい点なんで、なるべくね、綺麗にやってあげた方がいいですよね。で、さっきも言いましたが、私は横着なんで、ちゃんと漏れてないところがあるので、こういう部分とかですね、押し当てて、下の方まで溶けるように押し当てて、溶かして、で、最後表面をペタペタペタと鳴らすっていう、こういう繰り返しですね。これだとですね、ちゃんと溶けてない部分があるんで、ヤスリをしていくと穴が出てくるんですけど、一個一個きれいに持ってれば比較的そういうことは少ないかなと思います。そうですね、温度設定を少しだけ下げたら、ほんの少し、ちょっと見えるかな。ちょっと見えますか。先ほどですね、このぐらいを指してたんですよ、この線が。この線よりちょっと右側。それで焦げたので、それをですね、この線よりちょっと下に行ってますね、ここら辺。ここら辺ぐらいにやってます。これはご自分の状態に合わせて適宜変更していくって感じです。ここのまぶたの境目はですね、薄いと削るとき大変なんで、ちょっと厚めにですね、持っておいた方がいいですね。こっからこの上にソフビを盛り重ねていって厚みを作る。厚みを作れば削れるんですね。厚みがないと削りにくいんですよ。で、こういう厚みが出たら深いですね。ここら辺先っぽって結構バラバラになってるんで、もう溶かしてきれいにくっつけます。で、この時こうやって上に押し当ててあげるとしっかり固まるんですけど、せっかくここまで進めたのに上に押し上げると戻っちゃうじゃないかって思うかもしれないんですが、薄くてボロボロしたものをいくら削って、もう綺麗にならないんで、ちゃんとですね押し固めて開けとかないともう削れないというのが理由です。このまぶたの境目は漏れたら一回押し当てて厚みを作って、さらにまた持っていくっていう、これをやると
しっかりしたこのまぶたの境目っていうのができますね。もう一回こう当てて、ソフビのコテをこう当ててですね、しっかり溶かしてあげます。最初から丁寧にやってればこんなことはいらないんですけど、こういう目尻とかはソフビのところをあまり溶かしたくないっていうので、ボロボロな状態があったりするので、よく溶かしてですね置きます。まだ完成ではないんですけど、さっきのですねあれを使ってみましょうか。丸いやつで、外す時は熱いので、こういう付属品がついてるんで、これで交換して、電気はオフにしといた方がいいですよね。さっきの丸いやつあった。これですね。これをつけて、また電気入れて、この状態でこういう押し当てるっていうのをやります。ニューッと。程度表面のところだけですね。中の方は全く溶けないんですけど、溶けるんで、これでこう鳴らしていきます。こういったところも全然溶けてないですね。汚いですね。で、これ裏面はまだなんですね。裏面ちょっと待ってくださいね。裏面も後でやるので。ちょっと表面がデコボコしてるの分かりますか？影で見るとここら辺、特にそうなんですけど、ここソフビの本来の肌と持ったところのこの断面とかできてるじゃないですか。それをこうゆっくりなぞるんですよ。これギューッとなぞるだけじゃダメなんですけど、こう段差がなくなるようにこの段差のところを溶かしてこう平たくするっていう意識のもとやると、だんだんこうなだらかになってくる。ヤスリのちょい前の作業ですね。わかります？表面をこう撫でる感じで。で、このくぼみのあるところにソフビをこうちょっとずつ運んでくるような、そんなイメージですね。あまりこう極端にやっちゃうと表面だけ溶けたソフビがこう張り付いてるだけなんで、削ってる時にその面だけ剥がれちゃうんで、こうゆっくり下の層も溶かしつつくぼみを埋めていくっていう、これが超楽なんですよね。特に裏面とか効果絶大ですね。私のやり方はこう裏面めっちゃくちゃ汚いんですよ。後で見るとゾッとするような感じの状態なんですけど、まだまだなんですけど、こんな感じで綺麗になります。じゃあ裏面をですね一旦外して持ってきましょう。はい、わかりますか？私みたいに横着をすると裏面は全然こんな感じでソフビの辺が形残ってて、全く溶けてないんですね。でこの場合はこれが有効で、これでギューッとも強制的に押し付けて溶かしちゃう。
裏面はまあそんなに綺麗にやらなくても大丈夫なので、大丈夫というか本当に表面削ることはないので、表面だけ慣らしてあげれば製品としても十分じゃないかなと思うんですよね。そこはご自分の綺麗汚いの判断の基準でやってもらえればいいと思うんですけど、でここでもゆっくりちゃんとソフビとソフビが溶け合うようにゆっくりと押し付けると。でしっかり溶け合ってくっついてれば剥げたり折れたりですねしてることはほぼないので、そこがソフビ盛りが一番安心できる点なんですよね。ただ表面処理がとにかく大変なんで、最悪挫折してしまったり縦盛りに行ってしまうっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか。で表面を慣らすんでしたらこれで慣らしてあげればある程度綺麗になるので、裏面はこんな感じでいいかなと勝手に思っております。さすがにここをですね表面と同じような表面処理する必要はないと思うんですよ。そこまでクオリティをこだわりたいっていうのでしたら全然やっていただいても構わないんですけど、でまぶたの場合は裏から持っていくっていうのも一つの方法ですね。乗りにくいんですよね、裏のこのまぶたの裏って。その時にこういうこの円筒形の形はとにかく重宝するというところでございます。じゃあもう少しですねここの部分とかですねきれいにしてそれで一回削ってみようと思います。じゃあまたペン先変えますね。さっき焦げる焦げるって言ってたんですけど、どんな感じで焦げるかっていうと、これがちょうどそんな感じですね。わざとこれ作ったんですけど、こうやってソフビを持ってるので、このペン先にだんだんソフビがついて、それを掃除しないとここでですね濃縮されていくんですね、焦げていく。そうするとこんな感じでこういう黒い点々の焦げが出てきたり、茶色ですね、茶色の部分っていうのはソフビが多分、濃縮してこんな色になっちゃったんじゃないかなと思います。フレッシュとかでもですねこういう色が出てくるんで、これが出てきた時は温度設定が高いっていうことになるので、この温度ですね、これちょっと調節して少し下げてこうならないようにします。煙がよくボーボー出るっていうのも温度が高いので温度を下げてあげた方がいいですね。私がやってる時っていうのは煙はこう持ってる最中にふわってちょっと出ることはあるんですけど、こんなにもうしょっちゅう出ることはないので、そういう時は温度下げましょうということで、注意事項でした。まだ結構ボコボコなの分かりますか？
でこの状態でヤスリがけをして表面をなだらかにしようとすると、一番てっぺんからこの一番くぼんだところっていうのは結構差があるので大変なんですね。これでヤスリがけはせずに、もう一回ですね、持ってなだらかにするっていうのをちょっとやりますね。例えばこういうところ全体的にじゃあ盛りたいって言った時に、こういう薄いソフビ片をこうやって貼り付けて、これでですねジューってジューって、その場合はですねこれが超楽なんですね。押し当てるだけ。下の層も多分溶けてるであろう感じを掴んでですね、こう盛る。でソフビはですね、ちょうどいいなって思ったより少し持っておかないと削るので、その分薄くなっちゃうんですよね。だからちょっと余分に持っておくといいかもしれないですね。このユーベルはまぶたがちょっと盛り上がっててもそんなに違和感ないかなと思うので、もう少し持ってきます。じゃあ次は表面をなだらかにしていくんですけど、これを使いますね。でこれでですね表面をちょっと溶かしながらこうちょこ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 ってやって平らにして、大きな凸凹っていうのを極力なくします。これっていうのは削った後ももう一回盛り直して直すっていう工程をあるんですけど、その時でも結構有効なので、本当ずっとソフビする盛りするっていう方は本当あった方がいいと思うんですよ。押し売りじゃないですけど。でここでも気をつけるのは、溶けた面を伸ばすだけだとやっぱり下の面とくっついてないので、ヤスリを削った時にこう剥がれそうだなっていうようなやり方はあんまりしないことですね。こういう元のソフビと持ったところのこういう境目って出ちゃったりすると、ここも削るの大変なんで、高いところから低いところへソフビをちょいちょい移動しながら鳴らしていく。目頭と目汁のこの部分っていうのは結構ソフビ盛りの熱を伝えにくいっていうかところなんで、削っていくと剥がれる場合が結構あるんで、そして剥がれたらもう一回盛り直せばいいんですけど、入念にやっておくと削りの時に苦労しなくていいかなと思います。こういうとこですね。さっきより比べるとかなり表面がなだらかになったのがわかるかなと思います。あんまりやってもキリがないので、これでですね一回表面を削ってどんな凹凸が残ってるかっていうのを確認と、削ると少なからず気泡とかですね穴とかめくれとかがあるんで、そういったものをチェックしていこうと思います。表面を削るときはルーターとかでもいいんですけども、綺麗にならしたんでもうほとんど仕上げるような感じで削っていった方がいいので、私はこの紙やすの400番を使ってます。で削りやすいように新しいものですねなるべく使うようにしてます。新しい面でもいいですしね。で、ガリガリ削るのではなく、出っ張ってるところを削るような感じ、撫でるような感じですね。それでいつも削ってます。少し気が遠くなるんですけど、これの方がですね結果的に作業量が少ないかなと思うんですね。ここで V カラーシンナーとかでバンバン削ると結局こう剥がれてきちゃうっていうんですか、溶かしてるんで
余計なところも溶けたり剥がれちゃったりするんで、もう紙やす1本でやってます。ここら辺は自分の好みのやり方がだんだん確立できると思うので、それでやればいいかなと思います。ルーターでもいいと思いますし、棒やすりでもいいと思いますし、お好みのやり方で。ヤスリが当たってる部分っていうのは、デコボコでいうデコのところですね。ボコのところにはヤスリ当たりませんので、ちょっと跡が残ってると思うんですけど、なんで400番を使うかっていうと、400番より粗い番手の紙やすを持ってないっていうのもあります。買ってないだけなんですけど、なんで300番とか240番を持ってないかっていうと、必要性をあまり感じてないっていうのもあるんですが、こうやってヤスリで結構ゴリゴリ削るじゃないですか。400番でもこのヤスリのこの粗い部分の傷っていうのがすごく残るんですね。この後の工程でもっとなだらかにしていく時に、あんまり深い傷がついてると削れないんですよね、そこまで深く。だから V カラーシンナーとかで溶かしたり、もう一回側火盛りで溶かさないといけないので、あまり番手の粗いヤスリはこの側火の時に使わないようにしてるっていうのが持ってない理由ですね。この400番でもですね、かなり削れるので、新しいものですね。やっぱり一回やっちゃうと、このヤスリのザラザラ面がなくなっちゃって、ヤスリの能力が落ちちゃうんで、マットにもヤスリの粉がついてるかもしれないので、今ウェットティッシュで拭いてます。これから持ってくんですけども、今度ですね、持っていくときは、非常に範囲が狭いので、さっきみたいにですね、小さなカット片を作って持っていこうと思います。これも大きさも盛るところに合わせて適宜変えていきましょう。ここはですね、もうほとんど盛らないので、薄めのこういう薄いところですね、使うといいと思います。せっかく持ったんで綺麗な部分は取っときたいとかって思うんですけど、もったいないなって思いでですね、その部分だけやると今度削った時にですね、めくれちゃうっていうことがあるんで、それの実例をやった方がいいのかもしれないんですけど、このヘッドでそういった状態が出てこなければドキャップで試そうと思います。側火盛りは延々とできるので、どうやって手を抜くか、どこで妥協するかっていうのが難しいとこなんですけど、今長くこうやって押し当ててしっかり溶かし合ってます。
でここのくぼみもですね、これで周りからソフビを寄せてって、こうくぼみに少しだけソフビをこう入れてあげるっていうんですか、寄せて、ほんのちょっとでいいんで。これだとやっぱやりにくいですね。ペン先変えますね、こっちに。このならしで一つ気にしなければいけないのは、ヤスリじゃないので、表面をこうなだらかにしてても、凹凸がなくなるわけじゃないんですよ。要は凹凸の部分のソフビ用語ってちょっと横にはけて、そこの凹凸の部分から引っ込んだ部分にソフビをこう流していくっていう感じなんで、これなだらかにこうやってるだけじゃソフビはなかなかなだらかにならないんですね。こうやって光を当てた時にくぼんでるっていうところにソフビをこうちょん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 と流してあげる。くどいんですけど、仕組みを知らないで、やると一向になんかやってるんだけど綺麗にならないよねっていう、そういうことに陥るので、一応解説してます。
首盛りで少し表面をなだらかにしたんで、もう一回ヤスリかけます。目頭の部分が段差があるのと、ここのアイラインのこの縁のところですね、持ったところとヘッドのところに微妙な凹凸があるんで、ここをなだらかにしていこうと思います。あとこの上まぶたのこのラインですね、ここがちょっとザラザラというか凸凹なんで、ここをならす感じでやっていきます。今回は表面のソフビだけを溶かしているような、そんな感じですね。意外とこういう縁ですね、下も含めて削りにくいので、電熱ペンで鳴らしちゃった方が早いですね。本当にソフビ盛りはですね、表面処理をやり始めたらキリがないですよね。もともとのここのヘッドのこれみたいに綺麗にするってすごい難しいっていうんですか、なんか難しいですよね。やってる方すごくわかると思うんですけど、なんでそんなに綺麗にならないのっていうぐらい綺麗にならないんですよ。でもね、フォロワーさんで綺麗にほんとこういうくぼみももうなくすぐらい綺麗にやられてる方もいらっしゃるんで、私が単にできないだけなんですけど、なかなかね商売としてやってる方はそこまでね時間かけられないと思うので、かけたとしても、ね、それが正当に評価されてお値段に見合うかって言ったらなかなかそうはないですからね。はい、ここにいい例が出てきたのでちょっと動画止めました。ここくぼんでるように見えると思うんですけれども、ここはですね側壁がきちんと下と層と固まってなくてですね、表面だけが削れたものですね。中に空洞ができてる感じです。気泡でもいいと思うんですけど、こういうものが出てきたらもう一回ですねきちんと持ってくっつけてあげるっていうのが必要なんで、ヘッドを洗って盛り直すんですけども、こういう空洞はですねこの表面に白くですねちょっと斑点っぽく見える場合があるんですね。白い斑点の下はほぼ下に空洞がある可能性があるので、メイクで隠れる部分でしたらいいと思いますし、メイクで隠れないようなところは一回ほじくり返して盛り直すっていうのが必要です。私みたいにこうペン先だけでなだらかにするっていうことをやっていればそんなに表面処理大変じゃないんで、ほじくり返してやり直すっていうのもそんなに手間じゃないと思います。標準のペン先ですともううわーってなると思うんで、本当ペン先はですね、購入されることをお勧めしますので、一回ですね洗ってきます。さっきのこの場所ですね、もう一回きれいにします。ここでも横着せずにしっかり溶かす。多少やり直しがあってもしっかり溶かす。そうしないと何度も何度も同じことを繰り返すことになっちゃうんで、
目頭がですね平らになってきちゃったんで、こっちに内側に切れる感じにですね、もう一回盛り直してます。せっかくねここまで綺麗にしたのに周りを巻き込んでもう一回処理するのって結構嫌なんですよね。しかしここでもやっぱり同じように綺麗にしてあげないと地獄の無限ループが始まっちゃうんで、カリーとかしてカリー綺麗に盛ります。はい、しつこいですけどもまた削ります。このまぶたの裏がちょっとデコボコしてるんで少し削ります。これは100均の棒ヤスリ、ダイヤモンド棒ヤスリですね。紙やすを細くちぎってなんか細かい竹串とかでくっつけて削ってもいいと思うんですけど、まあ切ったり貼ったりする手間があるんでこれを使ってます。こんなところ細かいところまで動画にしなくても本来いいんでしょうけど、今回いろんなものをてんこ盛りにするっていうのがテーマで、マシュマロみたいな感じですよね。マシュマロ動画、こんなところどうなの、こんなところどうなのっていうマシュマロ動画みたいな感じになればいいと思ってるんで、かなりくどく作ってます。うるせえよっていうくらいですね。でこのまぶたの境目は厚く持っといてあげると、あと削ってあげるとかナイフでカットするっていうことができるので非常にやりやすくなるんですけど、いきなり薄い状態だとここの境目をきれいにすることっていうのがちょっと難しいんですよね。私もあんまりそれの、手を抜く手間抜きのやり方っていうのがちょっと思い浮かばないんで、なんでこのまぶたのこの上まぶたのところは少し厚めに持って境目をこの縁をですねきれいに加工できるようにしてます。ちょっと小さいんですけど、またここに気泡が出たんでここをやっていきます。側面盛りするんで洗いますね。この穴はとってもちっちゃいんで多分ですねこれでトン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 やってあげるだけで大丈夫だと思うんですよね。
多分。今回はしっかり溶かしたせいか、あんまりこの気泡が出ないので、とっても時間かかってないです。今でトータル3時間ぐらいですか、盛り始めてから。このぐらいしかかかってないんで、すごい順調ですね。意外とこんなに順調なことってほとんどないんですけど、本当はこの溶かすところがしっかりできてれば、表面処理は本当楽なんですよ。溶かすのがしっかりしてないと表面処理が地獄になるんで、やっぱり穴開いてましたね。ちゃんと塞がってなかったです。じゃあ洗うのめんどくさいんで、ちょっとウェットティッシュで部分的にやります。毎回ね、こんなとこやるのに毎回洗ってたらちょっと効率悪いんで、ちょっとだけ盛りましょう。ちょっとだけ。これでも盛りすぎなんですけど、これ盛りすぎだな。もっとちっちゃいの。ほんのちっちゃい、本当に。この先ぐらい。このぐらい。いいですかね。まだちゃんと溶けてないですね。これ見えないんですけど、ちゃんと溶けてないと白っぽく見えるんですよ。でこれを何度も繰り返しているのは、やっぱりせっかくきれいにしたところを、汚くしたくないっていう。だいたいきれいになったので、もう一回ですね、裏面ちょっとボコボコしてるので慣らしていきます。はい、片側だけですがどうでしょうか。光を当てて影をつけてみたいと思います。主に削ったのはこのアイホールの周りなので、ここら辺はですね削った跡があるんで、そこはまだやってないんですけど、どうでしょうか。ほとんどこの凹凸がなくないですか。私もびっくりするほど今回は綺麗に仕上げてます。こういったところ若干ここはですね手抜いてるんで、分かるじゃ分かるんですけど、メイクすれば隠れるかなっていう感じの、この部分とかほとんどないですよね。まぶたの部分とこのヘッドの部分の色ちょっとだけ違いますよね。これというのは盛ったところと元の色の違いぐらい、これは出てもしょうがないかなと思います。はい、なので今回の作業が短くなっているポイントは、これで鳴らすっていうのが最大のポイントだと思います。この鳴らす処理がないと多分延々と終わんないっていう感じですね。
じゃあこっちはですね、もう動画省略しようと思うので、今度こっち側のですね、正面の処理をやっていこうと思うんですが、やり方はほぼ同じで、こう400番のヤスリで、ちょこちょこやっていくか、めんどくさければ、ルーターとか、あとペンサンダーとか、そういうものを使ってでもいいと思います。これはソフビモリとはあまり直接的な関係はないので、動画、そうですね、端折るか、一応やります。ここの部分の首の部分のクラック、割れたのも電熱ペンで溶かしてくっつけてあげることもできるので、この電熱ペンっていうのは、まあ、一家に1個は必要ないんですけど、こうカスタムするんでしたら、あって損はない感じです。これ上まぶたを持ってみたんですけども、少しアイフォールの大きさが違うのを気づきますか？こっち側の方がちょっと小さいですよね。上まぶたをちょっと重いのはこっちの方が重いんですけど、でこれですね、ちょっとだけ削るとき電熱ペンで削ることができて、これどっちがいいかっていうと、まあ、どっちでもいいのかもしれないですけど、これそういう表面をこう撫でて溶かしてあげると、ヤスリで削るよりかは効率的にこうできるんですよ。このヘッドって皆さん気づいてるかわかんないですけど、こっち側の方がちょっと幅広なんですよ。こっちの幅に比べると。だから同じように造形しててもバランスが変わっちゃうんですよね。これはやってもやらなくてもいいと思うんですけど、ちょっとだけ削りたいとかって言ったらいちいちドリルとか出さなくても削れるっていうところでした。はい、こんな感じで表面処理が終わりました。ソフビ盛りとここの表面処理はトータル6時間ぐらいでしょうか。でこの周りを結構削ったので、削った時間と、この表面を整えた時間がだいたい2、3時間ぐらいでしょうか。はい。意外と早く終わりましたね。片目3時間ぐらいだったんで。ただ、これで綺麗だ綺麗だって言っても、まだまだこう見るとデコボコデコボコしてるので、どこまで仕上げるかっていうのはこのソフビ盛りの微妙なところなんですけど、ある程度綺麗だったらいいのかなって思います。この裏面も結構綺麗になりました。これはただ単に撫でただけなんで、ヤスリがけとかはしてないんですけど、これやらなくてもいいんですけど、私は400番でやってるんで、そんなにケバケバしてないんですが、紙ヤスを使う前はこのダイヤモンドヤスリでやってたんですけど、そうすると表面が結構ケバケバしてるんで、V カラーで表面を塗ってですね、なだらかにしたんですけど、この効果ですね、多少の凹凸っていうんですかは、多少、本当多少ですよ。取ってくれるんですけど、くぼんでるところっていうのはどうしても消えないので、そういったところは綺麗にやらなければいけないんですが、一応ちょっとやっておきましょうか。で、私はよく綿棒を使ってるんですけど、これでこう表面をさささささっと撫でてあげると綺麗になります。でその多少のくぼみっていうんですか、凹凸っていうのはこれでちょっと緩和します。取れるっていうと語弊があるんで、これをやらなくてもいいっていう理由は艶消しスプレーを吹くじゃないですか。だからいいのかなと最近思います。でこれやるとですね、ちょっとだけ肌が黒くなるんですよ。なんでかわかんないんですけど、
だから全然やらなくても大丈夫です。だケバケバがなんか嫌だなっていう場合はやってもいいですね。V カラーシナーは有毒性のものなんで、ちゃんと窓ガラスじゃないですね、窓を開けて、まあ気にする人は毒マスクつけてやるといいですね。ソフビ盛りが一番いいなって思うのは、表面処理はちょっと置いといて、仕上がるとですね、こういう感じで押してもこう曲げてもですね、引っ張っても何でもそうなんですけど、しっかり溶け合ってくっついてるんで、この側面盛りしたところがですね、割れたり切れたり、そういうことがまずないです。経年劣化で割れたりすることはもしかするとあるかもしれないんですけど、それはそうですよね。その頃には側面もこういうところも割れてるんじゃないかなと思います。こういう愛をセットした時にちょっと押しすぎちゃってパテ盛りとかの場合はパキッて割れたり剥がれたりする恐れがあるんですね。そんなにしないはしないんですけど、そういったことが全くないんで安心して遊べるっていうのがやっぱりソフビ乗りの一番のメリットというか、ユーザー側のメリットですよね。はい、これが全てだと思います。ちょっと目ずれてまして申し訳ございません。あと盛る時に分かんなくなっちゃったのが、どっちがソフビのヘッドから取ったのかキャップから取ったのか分かんなかったんですけど、こちらがヘッドキャップから取ったものですね。でこっちがヘッドのこの縁から取ったもので、色合いとかもそんなに変わんないかなっていう気がしますね。でこっちが最初ネバネバしてたんですけど、それは、ね、温度が高かったので結果的にはどっちも同じような感じの結果になるんで、アイホールオープンタイプを購入されてソフビを取るところがないって言ったら、このヘッドキャップのこういったところですね、ここでしたら完全に影響ないので、ここで取ると結構盛る量はですね、十分取れるんじゃないかなと思います。でアイホールオープンクローズタイプを購入されたら、そのアイホールの表面だけを使うと結構綺麗にですね、仕上がりますので、それで進めると良いと思いました。はい、これ最後にくどさついでにですね、ご説明するんですけど、これが温度調整ができるハンダゴテなんですね。でこれでもですね、ちゃんとソフビ盛りっていうのができます。これを買うときはちゃんとした200度が出ないといけないので、下は100度から上は300度とか、そのレンジの中に200度っていうものがあるハンダゴテを購入すれば、このソフビ盛りっていうのはできます。でこのハンダゴテなんでいろんなペン先みたいなものがついてるんですね。こういう先がちょっとなんかこういうものとか、これがソフビ盛りしやすいしやすくないっていうのはその人次第だと思うんですけども、これ小手先っていうんですけど、小手先は結構硬いので鉄を削るようなヤスリじゃないと削れないんですけども、この小手先を削って好みの形に変えるっていうのもできますね。一番の違いはですね、どういうものかっていうと、ここのペン先までの長さが違うんですね。マイペンアルファは鉛筆を書く感覚に近い距離なんですけども、ハンダゴテはこれ基準なんですかね、実質のこの長さがだいたいあるんで、これ結構離れるんですよ。これがやりやすいやりっていうのはもう個人の好みだと思うんですけど、これがですね根本的に違いますね。はい、あと軽い、こっちは軽いのであんま使われない。こっちも重くはないんですけど多少重量はあるので、ちょい疲れる感じ。あと保証関係でしょうかね。マイペンアルファは
日本のメーカーが作ってるんで、安心なんですけど、こういう安いものはですね、結構中国製が多いので、不良品があったりとか、早めに壊れちゃったりとかっていうのがあるんで、どっち買ったらいいのかっていうのは、資金次第っていうことですね。はい、これついでです。これを使うことは今後ないんですけど、もし要望があればですね、また使ってみたいと思います。首盛りのポイントをですね、てんこ盛りにしました。やっぱりポイントはですね、このペン先、鳴らしができる。これでですね、作業効率がもうズバッと変わりますので、表面処理が全然終わらないんですっていう場合は、このペン先を試してみてはいかがでしょうか。またですね、マシュマロもやってますので、ご質問いただければお答えいたしますので、ぜひご質問いただければと思います。次はユーベルの口ですね。ここの部分をちょっとユーベル風に開けようかなと思ってるんですけど、変わるかもしれませんので、またご機会いただければと思います。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。